こんにちは、メイです。もう今年も最後の動画ということで、今年の動画で人気だったものの月別1位を発表します。と言っても動画をチラ見せしながら、この時こんなんでしたみたいな感想会な感じですね。ラジオ感覚でゆるーく聞いてもらえたら嬉しいです。それでは月別で人気が高かったものの紹介をしていきます。1月人気ナンバーワンは、住民用の 6×6 部屋、ナチュラルインテリア5000、全部屋の作り方解説付きです。正直たくさんの方に見てもらえてすごく救われた動画。本当にこれ全部作るのめちゃくちゃ大変だったんです。3つ目まではサクサク作れたけど、4つ目からはもう絞り出せ私の知識って感じでヒーヒーって作っていました。お気に入りは1個目の部屋で、Twitter でもたくさんいいねをいただけて頑張って作ってよかったーって安心しました。途中で作ってて思ったのが、これマイデザインない人苦労するんじゃないのかっていうことで、マイデザなしでも作れるまだの紹介をしたりもしました。スピードビルドの編集が大変すぎて最後にやっと終わったって思わず声が出ました。5つの部屋のスピードビルドを作っているとあまりの速さに目が回るお年頃です。好きなシーンを紹介します。4つ目のお部屋は玄関がメインとなっています。部屋の手前に下駄箱のような大きな収納を作ることにより奥のベッドルームを隠しています。いきなり訪ねてくる島民代表のような方からプライベートを守ります。2月はリアルの手すりのあるロフトの作り方、チャスの別荘です。深夜にツイッターを徘徊していたら、お友達からのリツイートで見たちゃんなつさんのアイデアが神すぎて、これは作りたすぎる、最高かって叫びながらちゃんなつさんに連絡。動画で紹介するのをすぐに快諾していただけて動画化できました。本当にありがとうございます。これは本当に画期的なアイデアすぎましたね。初期からあるアイテムでこんなに画期的なロフトができるとは思わないですよね。見つけた時は目から汁出ましたよね。素晴らしいアイデアありがとうって。リアルなロフトを作る時は君に決めた。お気に入りのシーンはこちらです。最近流行りのただいま手洗いの洗面台を置きます。すぐに手を洗えるので便利ですよね。洗面台の横にドライフラワーもよくインスタで見かけるので採用しています。柱を足して小さな玄関ホールを作ります。玄関ができました。3月はセンスが上がるおしゃれなインテリア3つの基本です。知識が増えれば増えるほどセンスが上がっていくんだということを昔の上司に言われずっと実践しているのですが、それを動画にしました。学んでいくとだんだんやれることも多くなって、そのうち無意識にできるようになってくるんですが、無意識にやっていることを言語化するのって6つと思った動画作り。自転車ってどうやって乗るの？なんで歩けるの？と言われた時にどんな説明をしたらいいのかわからないのと一緒かもと思いましたね。自分の中でもかなり好きな動画でほーんと思いながら見ています。多分この動画の撮影時、風邪をひいていますね。毎年花粉の季節と季節の変わり目は喉からやられます。幼き頃からほぼ毎年扁桃腺になっています。この動画で好きなシーンはこちら。インテリアに自信がないという方でも簡単な知識さえつければ誰でもおしゃれなインテリアになりますよ。ちなみにセンスは知識から知識の量に比例してセンスは良くなります。なぜ3にこだわるかというと、3という数字はデザインやインテリアの中で黄金比になる数字なんです。2の3、配置を三角形にする。三角形の配置は安定の配置とも言われ、安定から安心感を得られおしゃれな配置の定番です。2の4、同じ要素を3回繰り返す。これは主に壁掛け家具や椅子などに適用できます。部屋の要素を詰め込みすぎないことで余白が生まれます。これだけなので簡単ですね。4月は自宅中央の部屋レイアウト5選作りやすくなる3つのアイデア、全部屋スピードビルド付きです。4月はもう一つ、真似するだけ簡単島クリエイトの小さな隙間に使えるおしゃれな家具の組み合わせ10選1から5マスです。
どんもりの自宅中央の部屋って本当に昔から作りにくくて仕方なかったんですよね。なのでどうやったらもっと作りやすくなるかを研究しまくりました。リビング感覚でドアたくさんあるんだろうけど、正直こんなに出入り口いらなくない？なら塞いじゃえと発想の転換がありましたね。臭いものには蓋をしろですよ。なんか匂う気がするな。いろんな知識をぶっ込んでこれでもかっていうくらいに作ったけど、これもまた大変で3つ目くらいから息切れしていました。3件目くらいでだいたい息切れしますね。この動画は今でもたくさんの方が参考にしてくださっているみたいで、たまーに質問が来たりします。家具の名前を覚えてなくてごめんねっていつも思っています。本当にごめんなさい。まずは1本目の好きなシーンです。家の倉庫に在庫があるかはここでは分かりません。倉庫の家具も使えないので、こういう時は面倒ですが寿のところに行きましょう。在庫確認したらこれで効率よく注文できますね。玄関は靴をディスプレイとして取り入れました。見せる収納ですね。4月のもう一つの動画は小さな隙間に使える組み合わせ集ですね。みんな隙間に悩んでいるんだ、どうしよう、一緒に解決していこうぜって思って作っていましたけど、好きなもの全部集めました、作り方は載せるだけですみたいのが多くて、見返すと何言ってんだこいつってなるやつです。けどそこを楽しいと言ってくれる方も多くて、たくさん救われました。嬉しいですね。全名が嬉し泣きしましたよ。2つ目の動画の好きなシーンです。材料は落ち葉のスツールと松ぼっくりです。作り方は載せるだけ。組み合わせ例です。何か大きな家具の近くにちょこんと置いてみると可愛いですね。5月はオレンジに染まるオランジェ島のお散歩アイランドツアー、ようやく島が完成しましたです。YouTube で動画投稿を始めてから初めて島が完成したのでお披露目。地図を一生懸命手書きで書いて、いろんな人にたくさん見てもらえるといいなーってかなりワクワクしながら投稿しました。場所ごとに何らかの地名をつけないと動画的におかしくなるから必死で場所に名前をつけた記憶があります。お気に入りの名前はグーパンチ岬と違法キャンプサイトですね。動画を出したのが5月だけど、秋になったらまた再生数が伸びてみんな季節を感じているんだ好きってなりました。好きなシーンの紹介です。ここは何度直してもグーパンチにしか見えない岬になりました。ここはキャンプサイト前の違法キャンプサイトです。キャンプサイトの使用は役場での手続きがいるため、こちらの違法キャンプサイトが人気のようです。6月は真似するだけ簡単、基本の花畑の作り方、レア花活用です。あつ森の花って有彩色だらけでめちゃくちゃ難しくないと思って研究した動画。パキッとした色が多くて組み合わせるのが難しいんですよね。最近ずっと流行っているくすみカラーとは逆行するようなカラーばかりで、はてここからどう仕上げるのじゃと頭を抱えました。未だに花を見ると頭がと悩んだ記憶が蘇ります。それでもあつ森の花は好きなので、もっと DIY 価格でとじわじわ思っていたことを思い出します。この動画のお気に入りシーンはこちら。白系の花を集めてみました。よく見てみると同じ色の花でも微妙に色合いが違うのはお気づきかと思います。赤い花畑です。イメージは何でも仕事をするリンゴ5個分の背があるあの子です。7月は SNS でバズった小さなお店特集、新しい小さなお店の作り方や使用例もです。これ本当にバズったんですよね。びっくりしました。住民宅以外でお店を作りたくても SNS でもあまり載っていないことが多くて、じゃあ私が今まで考えたやつ全部載せちゃえばいいんじゃないと思って始まった企画。その時に頭の中にあったお店全部出した感じですね。新しい建物我希望と任天堂さんに懇願したいです。本当に建物のバリエーションをください。お店を考えるの楽しいよね。まだあるけどもうみんなお腹いっぱいですか？好きなシーンの紹介です。ちなみにアウトドア系の雑貨屋さんをイメージして作っています。ネコ&のキャンプ用品売り場みたいな感じですね。 DIY や料理ができるのと倉庫ゴミ箱もあるので生活に便利な組み合わせにしています。
かっこいい系やアウトドア系が作りたい方におすすめのお店ですね。8月は縦長の隙間を埋めるクリエイトの極意シトロン島です。縦長の隙間に悩んでる方向けというか、私も知りたくて研究した動画。小さなことだけど意識するとちょっとやりやすくなるよっていうのを声高らかに叫んでいる動画でもありますね。サクサクと動画が進んでいくのですが、この辺りからかなり性格が出始めてセルフツッコミし始めています。普段ボケたり突っ込んだり会話を楽しむタイプなので、友達感覚で見てもらえるといいなと思ってたりしますね。好きなシーンはこちらです。隙間クリエイトの極意。何も思いつかなかったらとりあえず川を掘る。全部自己流です。川沿いの道って人間が好きなんですよね。バス停の前にバスがちゃんと止まるという常識は捨てています。9月は余った隙間に使える真似するだけ簡単野菜と家具のおしゃれな組み合わせ5選です。野菜と家具の組み合わせっておしゃれな人がやっているけど、私もちょっとしかやったことがないからもっとやりたいよねって欲望から始まった企画。野菜が可愛いのと勝手に増殖しないのがいいね最高。だけど木みたいに成長止めできないから難しい部分でもあるよねって思ってましたね。新芽でお披露目したい時は野菜食べたらいいんだよって納得した思い出があります。お披露目の時に無駄に筋肉マッスルで会うことになりますね。筋肉見て惹かれる可能性もありますが、筋肉は正義です。好きなシーンの紹介です。猫が座っている場所が3つ目の組み合わせ。家の横にしれっと置いてあるものが4つ目の組み合わせですね。小さなくつろぎスペースとしても使えます。乾物が近いので結構匂いそうですけどね。10月はまるで進学のような組み合わせ5選。壁掛け家具と床置き家具の組み合わせです。動画でたまーにやってたものと、さらにこの組み合わせをしたら新しい家具っぽく見えるんじゃないっていうのを集めました。熱盛がアップデされなくなって早1年。みんな進学もどきを求めているんだなと思いました。これもまたあれやこれやと試しに試して結構ボツになったものも多いんですよね。私も進学欲しいよ、むしろ作らせてと願いました。本当に次回作では家具をみんなで作る機能が欲しい、本当に欲しい、むしろそういうゲームが欲しいとくれくれお化けになっていました。好きなシーンの紹介です。背もたれがやけどレベルの厚い椅子ができましたね。空張りの数の計算は各自でお願いいたします。11月は浮島のシンプルなパン屋さん、アイーダ様の浮島製パンシトロン島です。シンプルにハマって早半年。ストロン島の余っている橋全部使ったろうと思って作った場所です。お友達が好きなアイーダ様が島に来てくれたので、もうこれは接待するしかないということで、この島唯一のパン屋さんをやってもらおうとパン屋さんにしました。接待の仕方絶対間違っているけど、アイーダ様が幸せそうに過ごしているから安心です。私はどうやらパン屋さんを作るのが好きみたいです。多分魔女宅が大好きだからじゃないかな。もっとパン屋さん作っちゃう？ということで好きなシーンです。これはまだ何らかの儀式をしている元のお部屋です。こっちを見るなと言いたくなりそうな雰囲気ですね。ここでパン屋を作ったり売ったりすると訴えられそうな部屋なので、ちゃんとパン屋に変えていきます。今月の動画です。12月は海外勢で流行中、熱盛の新しい遊び楽しみ方、詳しい作り方解説付きです。これマジですごくない？熱盛めっちゃくちゃ楽しくなっちゃうんじゃないってワクワクしました。簡単にここまで作れるの、時代が進んでいるんだねとしみじみしちゃいました。私が幼き頃は AI 何それアイドルみたいな感じでしたが、ところがどっこい、現代はボタン一つではい背景作っといたでーっていうのができちゃうんです。びっくりしますよね。これやってると時間が秒で解けるので注意してください。好きなシーンはムスカです。こんな感じで写真を取り込めるので、あらかじめスイッチからスマホに画像を取り込んでおいたものを選択します。画像を選んでいくと下の方に選んだものが表示されます。
選び終わったら下の方にある追加ボタンを押します。今年もたくさんの動画を出しましたが、いろんな方に見ていただけて本当に嬉しかったです。しかもみんな優しくてお茶目で好きになるしかなくないって思ってます。そしていつもたくさん励まされています。今年も本当にありがとうございました。来年も動画投稿を続けていくので、ぜひ温かく見守っていただけると嬉しくて泣きます。また来年の動画でお会いいたしましょう。それでは良いお年を。